こんばんは。夜のひととき、いかがお過ごしでしょうか。窓の外はもうすっかり夜の色に染まっていますね。こんな静かな夜には、深く心に刺さるような音楽が、ことのほか心にしみるように感じられます。この番組は普段の耳から学ぶとは少し趣向を変え、私が関心を持った事柄について、感想をお話しする形でお届けします。もし、ふと時間が空いたような夜のお時間に、少し耳を傾けていただけましたら幸いです。第1章、静かな夜にアニメ音楽の世界へ。さて、今宵はアニメ音楽という私たちにとって非常に身近でありながら、その奥深い世界については意外と知られていないかもしれないテーマを6回に分けて取り上げてみたいと思います。アニメーションという総合芸術の中で、音楽は単なる背景音にとどまらず、映像とともに私たちの心を揺さぶり、記憶に深く刻まれる不可欠な要素として進化を遂げてきました。それは時にオープニングで胸を高鳴らせ、クライマックスで涙を誘い、そして言葉以上に雄弁に物語を語る力を持っています。今夜はその黎明期、1970年代初頭までのアニメ音楽を支えたパイオニアたちに焦点を当て、彼らがどのようにしてアニメ音楽の礎を築いたのか、その創造の軌跡を少し詳しくたどってみたいと思います。第1回目のテーマは、アニメ音楽の黎明、創造の始まりです。第2章、黎明期を彩ったアニメ音楽の巨匠たち。オーケストラの魔術師、富田勲。まず名前が挙がるのは、富田勲さんです。ジャングル大帝、リボンの騎士、ドロロといった手塚治虫プロダクション作品を中心に、初期アニメ音楽に多大な貢献をされました。たくさんの種類の楽器が重なり合って生まれる、まるでフルコース料理のような厚みのある音楽、いわゆる豊かなオーケストレーションが、当時の子供たちにとって、まさに夢と冒険の世界への扉を開く鍵のようなものだったでしょう。電子的に様々な音を作り出す楽器であるシンセサイザーの第一人者として、世界に名を馳せる以前から、彼の映画やテレビ作品における革新的な精神は明らかでした。特に手塚治虫先生が、アニメを芸術として高めようとする野心に応えるかのように、富田さんもまた、野心的な音楽で応えました。クラシック音楽の知識や技術をしっかり身につけた、その素養に裏打ちされた、映画的な風格を持つオーケストラアレンジは、オーケストラ音楽の魔術師との評され、その音楽はアニメーションが単なる子供向けの娯楽ではなく、壮大な物語や複雑な感情を伝えることのできるメディアであることを確立する上で、極めて重要な役割を果たしたのです。クールなジャズで見せる山下武夫。次に山下武夫さん。彼の名前を聞いて、テレビアニメ、ルパン三世、第1シリーズの音楽を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。その音楽は即興演奏が特徴的で、ノリの良いリズムが特徴の音楽ジャンルであるジャズやファンクの強い影響下にあり、歌詞ではなく、口から出る音でメロディーを歌うテクニックであるスキャットも印象的でした。例えば、ルルルとかラバダバといった具合ですね。歌手の石井佳代子さんが、このスキャットで見事な歌声を披露されていました。その他にも、口笛、そして特徴的なパーカッションが多用されました。そのスタイルは、当時としてはアバンギャルドで大人向けと評されるほど、モダンジャズで使われる通常の和音に、さらに複雑でおしゃれな響きを加えるテンションコードを大胆に取り入れ、音楽の基本となる3つの和音、主要3和音を平行に動かし、曲の途中で調、つまりキーを変える転調といった手法を巧みに織り交ぜる一方で、親しみやすさを出すために同じメロディの繰り返しを多用することも特徴でした。ルパン三世の漫画自体が大人向けの作品であり、山下さんの音楽はその危険でクールなジャズの雰囲気で、アニメ化にあたって、そのトーンを確立する上で不可欠だったと言えるでしょう。心に残るメロディーメーカー、小林亜星。そして、小林亜星さん。アニメソングと CM ソングの2つの分野で、数多くのヒット曲を生み出した作曲家です。例えば、魔法使いサリーの主題歌、
冒頭の印象的な呪文のフレーズを聞くだけで、なんだかワクワクしてきませんか？そして、秘密のアッコちゃんの主題歌もそうですね。彼の作るメロディーは、一度聴いたら忘れられないくらいキャッチーで、当時の子供たちの心をつかみ、まさに時代を象徴するような歌になりましたよね。子供にも親しみやすい一方で、しばしば洗練された音楽性を含んでおり、様々なポピュラー音楽のスタイルを取り入れていました。初期のアニメと CM は、限られた放送時間やシンプルなアニメーションの中で、素早く注目を集め、持続的な印象を残す必要がありましたが、小林さんのシンプルで記憶に残りやすく、それでいて音楽的にしっかりとしたメロディーを作り上げる才能は、彼をアニメ、CM の両方の分野で引っ張りだこの作曲家にしました。ヒーローたちの魂を奏でる菊池節、菊池俊介。この時代のヒーローソングの巨匠、菊池俊介さんを忘れるわけにはいきません。菊池節として知られるその音楽スタイルは、勇壮でありながらしばしば哀愁を帯びたメロディー、トランペットなどの金管楽器による華やかなメロディー演奏であるブラスファンファーレ、そしてバイオリンなどの弦楽器の効果的な使い方であるドラマチックなストリングスアレンジが特徴です。タイガーマスクやレッターロボ、そして特撮作品では仮面ライダーシリーズなど、枚挙にいとまがありません。多くのヒーローソングで耳にする、あの独特の哀愁やブルージーな雰囲気を醸し出す音階。これはマイナーペンタトニックスケールと呼ばれる5つの音からなる音階がベースになっていることが多いのですが、菊池さんの場合は特にブルース音楽で使われるような、心にグッとくる響きを持つブルースペンタトニック音階を巧みに使っていました。さらに、細かいノリの良いリズムの刻み方である16ビートを多用し、メロディーはしばしば上昇せずに下降して終わる傾向があるのも特徴的です。力強くアップテンポなオープニングと、より哀愁漂うバラード調のエンディングといった対照的なテーマを効果的に用いることで、ヒーローたちの強さだけでなく、その背負うものの重さや内面の葛藤までも表現しました。第3章、広まり続けるアニメ音楽の地平。時代を築いたさらなる才能たち。この他にも、この時代のアニメ音楽を語る上で欠かせない作曲家がいます。例えば、渡辺武雄さん。巨人の星やアタックナンバーワンといったスポーツアニメで流れたドラマチックで感情を揺さぶる音楽はあまりにも有名ですが、明るくパンチの効いたメロディーが特徴的なキューティーハニー、そしてあの歴史的な作品、機動戦士ガンダムでは共同で作曲を手掛けるなど、本当に幅広い作品でその才能を発揮されていました。アルクスの少女ハイジの音楽教えてでは、本物の音を求めてスイスでの録音を行うなど、質の高さへのこだわりを見せています。また、渡辺宙明さんは70年代のロボットアニメや特撮で主に知られ、宙明サウンドとも呼ばれる独特の宙明節は、少し暗くブルージーな響きを持つマイナーペンタトニック音階や、ジャズやブルースで使われる独特の雰囲気を持つブルーノート、そして特徴的なスキャットが魅力でした。マジンガー Z の挿入歌 Z のテーマで、現代のデジタルシンセサイザーとは趣の異なる、温かみのある独特な音色が特徴の初期のアナログシンセサイザー、モーグシンセサイザーを革新的に使用したことでも知られています。そして、後にあの国民的ロールプレイングゲーム、ドラゴンクエストシリーズの音楽で、その名を世界に轟かせることになる杉山浩一さん。あの有名な序曲を聴いただけで、冒険の始まりを感じて胸が高鳴る方も多いのではないでしょうか。この時期には、交響組曲、科学忍者対ガッチャマンで、壮大なオーケストラサウンドと心に残るメロディーを生み出す才能の片鱗を見せていたのです。このサントラは、NHK 交響楽団が初めてアニメの伴奏演奏をしたと話題にもなりました。これらのパイオニアたちの基礎的な仕事は、アニメ音楽を偉大な芸術性と感情的な深みを持つ分野として確立し、後に続く創造性の爆発の舞台を整えました。彼らは、音楽が単なる後付けではなく、アニメ体験の本質的な要素であることを証明したのです。今夜は、アニメ音楽の黎明期を彩った巨匠たちとその作品について少し詳しくお話ししました。
このお話はあと5回続きますので、お楽しみに。それでは、この後もあなたにとって穏やかな夜でありますように。また、あなたの何かの役に立つかもしれない雑談をお届けします。この静かな時間にお会いしましょう。おやすみなさい。